皆さんこんにちは。再びです。今回は大分県にある絶景を巡りたいと思います。どんな景色が待っているのか楽しみです。最終目的地の場所は大分県南西部、かつて岡藩の城下町だった竹田市。ごく普通の街中に突如現れる大迫力の滝、雨牛の滝を目指します。はい、もうちょっとで到着します。はい、こちらを右ですね。およそ500メートル先、左方向です。はい、到着です。大分県臼杵市の城下町にやってきました。で、ちなみにこちらの駐車料金なんですけど、1時間以内の利用は100円。19時から翌朝9時までなんと無料です。無料で止められるのありがたいですね。今回はですね、こちらシルイというカメラ機器メーカーのレンズをご提供いただきましたので、こちらのレンズを使用して絶景を撮影したいと思います。動画や写真を撮る方しか興味ないと思いますので、専門用語など細かい説明はしません。最近ね、インスタグラムとかでよく見かけるメーカーで自分も気になってました。こちらはシルイのオーロラ 35mm F1.4 という単焦点レンズになります。で、E マウント、X マウント、Z マウント、L マウントとほとんどのカメラに対応してます。重さは 490g、レンズ径は 62mm、レンズ構成は11群16枚、開放は F1.4 でオートフォーカス対応のレンズとなっています。ファンクションボタン、IRIS ロック、AF、MF 切り替え、クリックのオンオフがレンズ側についてます。手ブレ補正の関係でソニーの G レンズしか使ったことないんですけど、ソニーの G レンズとほぼ同等なアクションがこのレンズ側でできるっていうことと、このデザインが人気の理由なのかなと思います。今回はこちらのソニーの α7C Mark II で撮影したいと思います。装着するとこんな感じですね。レンズもね、そんなに重たくないんで、カメラとレンズ合わせて 1kg もありません。今回はね、もう細かい設定とかなしで、カメラの設定も全部オートで撮影します。それではね、もう早速撮影しに行きたいと思います。ちょっと明るくなってきましたけど、早速街並みの方散策してみたいと思います。駐車場の前はですね、もうこんな感じで情緒ある街並みになってます。こんな感じでですね、古い建物がずらっと立ち並んでます。いや、久しぶりにこういうレトロな街並みに来たんで、ちょっとね、ワクワクしてます。こちら、居酒屋ですね。こういうお食事どころもね、たくさんあるんで、かなり人気の観光地だと思います。わあ、すごい立派なお寺。この辺りの街並みはですね、雨が降った後の方が地面がね、輝いて見えてすごく綺麗だそうです。残念ながらね、今日は晴れなんで、その景色を見ることはできません。はい、さっきのね、通りに戻ってきました。お店がたくさんありますね。ソフトクリームとかもありますね。
味噌が有名なんですかね。なんか味噌のソフトクリームとかあるみたいなんで、この突き当たりの道なんですけど、仁王座歴史の道というね、特に街並みが残ってるみたいです。ちょっと京都みたいな街並みですね。上の方に向かってね、傾斜になっていっているんですけど、阿蘇山の火山灰が固まってできた凝海岸の丘で岩を削り取って道を作ったそうです。狭い路地の至るところに城下町特有の面影が残ってて、高い石垣、重厚感のある瓦屋根、多くの寺院が坂道沿いに続いてます。旧斎藤家屋敷、臼杵藩士であった斎藤氏の住宅だったみたいです。へえ、すごいですね。今も住まれてますね。こちらもね、城下町のかつてのお屋敷だったみたいなんですけど、こんな感じで当時のままね、建物が残ってて、現在もどのお家もね、住まわれているっていう感じですね。こんなね、すごい貴重な街並みではあるんですけど、重要伝統的建造物群保存地区ではなさそうですね。この辺まで来るとね、非常に人通りとか車通りが多いですね。目の前に見えるのが臼杵城跡ですね。公園なんで時間帯とか関わらず入れるんですかね。こちらはね、落石防止柵みたいです。ちょっと景観は損ないますけど仕方ないですね。ここから火縄銃とかで敵を撃ち落としてたんですね。1562年に戦国武将の大友宗麟によって築かれた臼杵城跡です。当時はね、海に囲まれた城だったんですけど、現在は埋め立てによって陸続きになってます。特に何もなく、本当に公園になってますね。で、こちらは絶景なんでしょうか。こんな感じですね、景色は。もう少しで日が昇りそうです。こちらが神社ですね。ちょっとこの辺りを種類のレンズで撮影してみたいと思います。35mm なんで街並みを撮るにはちょっと難しいんですけど、こういうね焦点を合わせて撮るにはすごくいいレンズだと思います。それではね、駐車場の方に戻りたいと思います。自分はね、お城とかあと歴史に詳しくないんでわからないんですけど、お店とかもいろいろあったんで、食べ歩きとかね、そういうのも楽しめる場所なのかなと思いました。いらっしゃいませ。駐車番号を入力。ご利用ありがとうございました。本当にタダでした。はい、それではね、次の目的地に向かいます。次の目的地はここから21キロで、33分で到着するみたいです。
走らされてます。ガードレールも何もないね。こっち？こっちやね。あれ果ててるね、道が。もう道路から草生えてるやんなあ通れんのかなこれ。なんか当分通ってなさそうな感じがする。いやこれ人通ってないよね完全に、いやこれは怪しいねこの道。この先に何がある？すぐそこに洞窟があって、うん9時オープンでオープンって人いてはんの？いてるよ。9時オープンで、うんまだ時間があるからそこから 2,3 分のところに、ちょっと神社がねあったからそこに行ってみようと思ってナビをセットしたらこういう道を走ってるっていう感じ。9時オープンってあでも電波あるで。そう電波はね不思議とあるんよね。この近くに洞窟があんの？いやもうすぐ近く。うわ何今のなんか落ちてきた。落石やな。うん日々ってないガラス。後でフロントガラス見てみるわ。車は左側です。置いてやな。お疲れ様でした。ここなの、この左ちゃう？これ廃神社なの？それやったらちょっと嫌やな。ちょっと見ていこうか。はい。ですね、この近くに鍾乳洞があるみたいなんで、そちらに行こうと思ったんですけど、9時まで時間があったんで、こちらの方に寄ってみました。が、道中はこんな感じで、もう道が荒れ果ててました。で、神社はこちらみたいですね。かなり薄暗いですね。岩からね、大きな木が生えてて、異様な光景です。到着しました。いや一応有形文化財みたいです。この城山権現の本殿と、こちらに洞窟があるみたいですね。その洞窟も有形文化財みたいです。本当に有形文化財なんでしょうか。道中は本当にね、道が荒れ果ててて管理されてるんでしょうか。とりあえずね、見に行ってみたいと思います。うわ、すごい。いや、この岩壁が。こちらが本殿ですかね。一応有形文化財みたいです。で、こちらの狛犬もすごく歴史を感じますね。落ち葉の山になってるんで、掃除しに来られてるんだと思います。で、うわ、すごっ。神社の横に洞窟があります。うわ、すっごいでっか。怖っ。いや、これは、それ有形文化財になるやろっていうぐらいの迫力が。この中はね、めちゃくちゃ広いです。真っ暗ですね。で、この辺にはお地蔵様が何体かあるように見えます。こちらにもありますね。ちょっとね、ライトが車に置いてきたんで、中にどうしようかな、入ろうかな。いや、これ伝わりますかね。本当にね、広くて、一番下から天井までは20メートルぐらいありそうな高さですね。洞窟もちょっとどこまで続いてるのかわかんないんですけど、ちょっとね、考えます。ライト持ってきました。行くのが嫌なぐらい、ちょっと怖いんですけど、行ってみたいと思います。いやー、怖いな。いや、広っ。うわ、すんごい大きい鳥が出ていきました。なんか、フクロウっぽかったですね。でも、
大分にはフクロウがいてるんでしょうか。20メートルとかそういうレベルじゃないですね。もっと高さがありそうです。一応ね、階段にはなってますね。でもそこで終わりですね。今照らしてるちょうど真ん中あたりに20体ぐらいのお地蔵様が固まってます。いや、すごいな。本当にね、巨大な空間なんですよ。こちらにはお地蔵様が安置されています。そういう変な場所ではないと思うんですけどね。有形文化財なんで。ただこんな山奥の人のいてない場所に有形文化財を見つけたのは初めてです。観光地化してもいいのかなと思うぐらい迫力があります。こちらが一番端っこになります。お地蔵様が20体近くあります。で、この上にもね、洞窟が続いてそうなんですけど、行くことができません。Google ナビでね、神社があったんで寄ってみただけなんですけど、こんなすごい場所だと思いませんでした。ここに関することは本当に何も調べてなくて、地図にあったから来ただけなんで何もわかりませんけど、興味がある方はね、ぜひ調べて、そしてここにね、訪れてみてください。はい。それではね、鍾乳洞の方に向かいたいと思います。戻ってきました。いや、本当にすごいところでした。この神社もですね、趣がありますね。それではね、鍾乳洞の方に向かいます。荒れ果ててますね。よいしょ。もうちょっとで到着します。あと1分550メートルです。目的地は左側です。お疲れ様でした。いや、お疲れ様でしたじゃなくて、どこよ。どれちょっと待って。あ、下か。クソ、やられました。洞窟はね、この崖の下みたいですね。下ってきて、ここですね。到着しました。こちらです。一応観光地ですね。結構割と。紅葉が綺麗。すごいね。到着しました。こちらはですね、風蓮鍾乳洞っていう鍾乳洞です。それではね、早速見に行きたいと思います。お客さんはいないですね。日本一美しい鍾乳洞みたいです。すいません、行ってきます。ゆっくりどうぞ。受付してきました。ちなみに大人1名1000円でした。受付してから見どころだったり、ルートをね、案内してくれました。横はね、川になってるんですけど、もう枯れちゃってますね。で、今、誰もいなくて、動画も好きに撮っていて言われたんで、楽しんでいきたいと思います。ゆっくり見学される方は、こちらのね、懐中電灯も貸し出してるんで、お借りしてきました。入り口はこっちですね。で、探検口。うっそ。これ入っていくの？現在は入れないですね。以前はここを入っていけたみたいなんですけど、これ大人じゃなかなか大変ですね、通るのは。それではね、探検してみたいと思います。はい。発見は大正15年。洞内の長さは全長500メートル。洞内に沈む生物はコウモリ、
道内の温度は通年15度みたいです。あ、広いですね。はい、中はこんな感じで、ライトが点灯していて、もうなんかすでに生ぬるいんですけど、はい、コウモリがいてますね。探検コースはここから出てきたんですね。すごい。高さはね、10メートルぐらいあります。コウモリがたくさん。はい。こんな感じでね、コウモリがね、ちょっと気持ち悪いぐらいいますね。はい。人工道。ここから30メートルだけは、人工的に作られたみたいです。確かにちょっと人工っぽいですね。確かに懐中電灯あった方がいいですね。こうやってゆっくり見たい人には。橋が出てきました。すごい。この天井。これ鍾乳石ですね。うわ、すごい。めっちゃすごい。随雲の滝っていうみたいですね。確かにこれはすごいぞ。やっぱり500メートルってこう歩いてみると長いですね。すごいな。この辺からちょっと狭いですね。狭いって言っても160センチぐらいですね。階段とか結構あるんで、お年寄りの方はしんどいかもしれない。これか。いや、これはすごいわ。うわ、すごい。何これ。この空間はですね、竜宮城とね、名付けられてて、100万年以上かかって作られた地形ですね。自然にできたとは思えないような空間です。いや、これはすごい。奇妙にも感じるんですけど、でもすごいですね。おじいさん、おばあさん。これ、いや、ちょっと例えが悪いな。すごい。すごいしか言ってないですけど、本当にすごいんです。いや、どこを見渡してもすごい。で、この急な階段の上で終わりのようですね。ここだけ柵がされてます。うわ、すごい。いや、この奥にはまだまだね、こういう大自然が広がってます。種類のレンズを使用して撮影してるんですけど、F1.4 もあるんで、こういう暗い場所でもね、ノイズなくしっかりはっきり映ってます。日本一美しい鍾乳洞でした。本当に日本一美しいんかはちょっとわからないですけど、日本一美しい、鍾乳洞というね、看板がありました。それでは出口の方に向かいたいと思います。やっぱり外の方が涼しいですね。現実に戻ってきたような安堵感がありますね。それではね、次の目的地に向かいます。次の目的地はここから29キロで38分で到着します。紅葉がね、本当に綺麗です。
で、来た道とは反対側から来ると普通の道みたいです。うわ、すごい綺麗じゃない？うん、すごいね。本当に広い道路でしたね。あの道は何だったんでしょうか。間もなくね到着します。あと2分ですね。こちらですね。これか。うわ、狭いね。よいしょ。よいしょ。はい、到着です。はい、到着しました。こちらはですね、陳田の滝っていう滝と旧陳田発電所があるみたいなので来てみました。多分目の前は滝だと思います。で、展望台があるんでね、ちょっと見てみます。はい、こちらが展望台ですね。あー、すごい。めっちゃ綺麗です。で、左下に見えるのが発電所の跡になります。で、向こうに見えてるのが滝なんですけど、滝は流れてないですね。で、こちらのね、旧発電所は1909年に、明治42年ですねに今は亡き豊後電気鉄道によって建設されて、陳田の滝の落差を利用した発電所になります。現在はですね、3キロ下流にある新陳田発電所が1923年、大正12年に建てられて、そちらが今も稼働しています。で、こちらは2007年7月26日に国の登録記念物として登録されています。旧発電所の前まで行けるみたいなんで行ってみたいと思います。すごい迫力がありますね。こちらが上から見た発電所跡です。歴史を感じますね。うわ、怖っ。水の勢いがすごいです。恐怖を感じるほどの水の勢いですね。こちらがね、発電所跡になります。やっぱり近くで見ると迫力がありますね。特にね、この中には何もないんですけど、こういう廃墟とか遺構って人を引きつける魅力があるんですね。この先にね、絶景スポットがあるみたいなんで行ってみたいと思います。絶景ありますとは書いてますけど、かなり歩きますし登りますね。はい、到着ですね。ああ、なるほど。確かにこれは絶景です。すごいな。いや、ここまで来る価値はありますね。もうほとんどね、滝は流れてないですね。こんな感じの絶景スポットでした。発電所の遺構もあって2度楽しめる絶景スポットとなってます。
はい、それではね、次の目的地に向かいます。次の目的地はここから28キロで、約33分で到着予定です。はい、もうちょっとで到着します。こちらが駐車場になります。こちらが駐車場なんですけど、お客さんはいませんね。で、今回、見に行くのがこちら、黄色の牛の滝って書いて雨牛の滝というね、滝に来ました。こちらは何なんでしょうか。なんかよくわからないスペースですけど、なんか温泉があるみたいですね。出会いの湯。雨牛の滝を見た後に、こちらの温泉も行ってみたいと思います。とりあえずね、この雨牛の滝を目指します。はい。駐車場から20メートル進んだところに雨牛の滝の入り口がありました。こちらですね。どれぐらい歩くんでしょうか。周りはね、すっごい田舎ですね。こちらお家だったんですかね。今は住まわれてなさそうです。結構降りてってるんで帰りが大変かもしれません。川の流れる音が聞こえてきました。雨牛の滝はこちらを左ですね。いや、まだおりますね。雨による急な増水に注意しよう。落石の恐れがあるので注意してください。はい。で、さらに、足元が滑りやすいみたいです。で、この階段の先にあるみたいですね。すぐ川が出てきました。かなり流れが速いですね。この川沿いをまだ歩くみたいです。滝はこっちみたいですね。うわ、すごい。いやー、神秘的。結構道がボコボコですね。よし。水もかなり綺麗です。わ、すごいですね。こっから岩の壁に囲まれてます。なんだここ、すごい。なんでお客さんおらんねやろ。うわー、すごい。わ、すごい。到着しました。こちらですね。
はい、今ね滝の目の前まで来たんですけど、風と水しぶきが本当にねすごくてカメラが壊れそうです。はい、こんな感じのねすごい滝でした。皆さんもよかったらねぜひ訪れてみてください。本当にすごい場所でした。帰りですけどどれぐらい時間かかるか測ってみます。よし、階段を登ってきました。階段はですねだいたい50段ぐらいありました。お客さんも全然いなくてね本当に良かったです。はい、滝の入り口まで戻ってきました。さっきの滝からこの滝の入り口まで5分ぐらいだったんで、行きはね下りなんでもっと早いのかもしれません。はい、それではねここで旅の終了のはずだったんですけど、出会いの湯っていう温泉があるみたいなんで行ってみたいと思います。すぐそこみたいですね。こちらですね。いてはるね結構。ほんとすぐでした。天然温泉。よし、結構お客さんいてます。はい、到着です。はい、こちら日帰り温泉の出会いの湯という場所に来ました。屋根の色が印象的ですね。近くにね通りがかったらすぐにわかると思います。500円で入浴することができます。で、撮影許可いただけたんで中をね見させていただきたいと思います。じゃあ稲荷谷？こちらは休憩スペースですね。はい、こんな感じですごい健康器具が置いてます。で、こちらにねマッサージ機もありますね。はい、こちらにマッサージ機があって、で、こんな感じで、ここで休憩することができます。こんな感じでお酒も販売してます。はい、今ね撮影許可をいただいて撮影させていただいております。で、こちらが男湯の脱衣所になります。で、こちらがね浴槽なんですけど、はい、こんな感じの、浴槽になってます。で、こちら左手に、洗い場がありますね。4つあるんですけどシャワーがあるのはこの2つだけです。で、シャンプー、リンス、ボディーソープなどは、備え付けありますので持参するか受付の方にもね販売してます。右手の浴槽がね源泉になります。源泉なんで、温度の変化があると思うんですけど、今日の温度は39度から40度で、こちらはね加温してあって42度ぐらいあります。ゆっくり楽しんでいきたいと思います。すいません、ありがとうございました。ありがとうございます。お気をつけて。はい、こちらの温泉入ってきました。めちゃくちゃ良かったです。加温してある温泉と、源泉と2つ浴槽があったんですけど、やっぱりね源泉と加温してある温泉と匂いが全然違いました。泉質の方がアルカリ性単純温泉になります。とろっとした泉質の温泉でした。
お店の方もねすごく親切で、皆さんもねよかったら、こちらの日帰り温泉出会いの湯に訪れてみてください。今日はねいろいろ絶景を見て回って、ちょっとね汗かいてたんで本当にさっぱりしました。昔よく見ましたけど、あんまり今見ないですね、このミラクルボディっていうジュース。しかもペットボトルなのに120円ってめちゃくちゃ安いですね。今回はこちらのシルイのオーロラ 35mmF1.4 のレンズで撮影してきましたが、いかがだったでしょうか。個人のね正直な感想としましては、基本的には街並みや風景をメインに撮ってるんで、16mm 以下の広角レンズじゃないと正直しんどいです。ボケはねすごくよく効くので、旅館の中とかその場の雰囲気を表現するのに活躍するレンズかなと思いました。F1.4 なんで暗所の撮影には非常に有効です。単焦点距離 35mm は人が両目で見る時の自然な画角と言われてます。なのでスナップや景色まで幅広く使えるレンズなんですけど、 35mm は人の視野角に近いので工夫しないとありきたりな写真になってしまいます。そこがねちょっと難しいところなのかなと思いました。手前をぼかしたりとか、もしくは後ろをぼかすっていう撮り方が一番ねうまく撮れるのかなと思いました。 35mm を愛用してる方なら使いこなせるレンズなのかなと思います。良かったと思うとこは F1.4 ですね。暗所にも強いっていうのと、あとオートフォーカスが効くっていうところですね。なのでシネマティックな映像が撮れるのかなと個人的に思いました。はい、それでは次の目的地に向かいます。なんか曇ってきましたね。なんか急にねむっちゃ雨降ってきました。ちょうど撮影終わってよかったです。